は、クララです。今日は魔女の宅急便のキキの物語を医学や心の視点から紐解きます。13歳のキキが魔法を失い涙したあの瞬間、彼女の心と体では何が起こっていたのでしょうか。プレッシャーや孤独が心に与える影響と、キキが再び空を飛べた自分を信じる力の秘密を探ります。あなたの心にもきっと小さな魔法が眠っているはず。一緒にキキの旅を始めましょう。13歳、子供でもなく大人でもないふわふわした年頃。でも周りからはそろそろしっかりしなさいと期待される時期でもあります。キキはその夜、黒いワンピースを着て見知らぬ街へ旅立ちました。魔女として独り立ちする、それはつまり自分って何者を探す心の冒険でもあったのです。ほうきに乗って飛び立った空はワクワクと少しの寂しさがありました。両親や村の人たちと別れ、月明かりの中を進むキキ。外から見れば勇敢な姿。でも心の中には不安や期待でぐちゃぐちゃだったのかもしれません。研究によれば、10代の脳はまだ成長途中。感情を整理する部分、前頭前皮質が未熟で、喜びや不安が一気に押し寄せると、気持ちが混乱しがちです。キキの胸のドキドキは、新しい挑戦への興奮と、親元を離れる不安が混ざったものだったのかもしれません。コリコという新しい町に降り立ったキキは、すぐに現実の冷たさに直面します。誰も彼女の魔法に驚かない。誰もキキちゃんと呼んでくれない。ただの見ず知らずの女の子。自己紹介しても笑顔は返ってこない。空を飛べてもここにいていいと思える場所が見つからない。そんな中、キキの心に芽生えたのはちゃんとしないとという思い。しっかり働かなければ、いつも笑顔でいなければ、誰かの役に立たなければ。この思いは気づかないうちに心の奥に重くのしかかっていきます。一般的にこうした状態は周りに合わせすぎることと関連があると言われます。周りの期待に応えようと頑張りすぎると、自分の本当の気持ちや疲れを無視してしまう。すると心や体がいつも緊張して、笑っていてもどこか空っぽに感じたり、頑張っても満たされない気持ちが積もったりします。グーチョキパン屋のお園さんの優しさに支えられ、キキは宅配魔女として働き始めます。でも心のどこかで魔法で役に立たないと、私には価値がないと思い始めていたのです。例えば、いい点数を取らないと愛されないと感じる子供と同じように、飛べない私はダメ、喜ばれないと意味がない。そんな心の癖がキキを少しずつ孤独へと追い込んでいきました。でもこの時点ではキキ自身もそのことに気づいていませんでした。彼女はただ空を飛び、誰かの役に立つことでここにいていいと感じたかっただけなのです。キキの日々は思うようにいきませんでした。雨の日の配達で荷物を濡らしてしまったり、お客さんの不満に肩を落としたり、小さな失敗が積み重なるたびに心に暗い影が落ちます。私、魔女に向いていないのかも。こんなんじゃ誰も認めてくれない。そんな思いがキキの心をぎゅっと締め付けました。研究によれば、10代の脳はまだ成長中で、失敗を自分がダメな証拠と大きく捉えがちです。失敗が続くと自信ややる気が薄れてしまうことも。キキの心もそんな揺れの中にあったのかもしれません。そして大きな変化が訪れます。キキの親友、黒猫のジジの声が突然聞こえなくなったのです。これまでジジはキキの心の声を代弁し、どんな時もそばにいてくれました。なのに今はただ、にゃーと鳴くだけの猫。キキは混乱し、自分を責めます。私が弱くなったから？魔法がなくなったから？でも、もしかしたらこれはキキが少しずつ成長していたサインだったのかもしれません。最初からジジは話してなんかいなかった。ジジの声はキキが子供ながらに作り上げた話し相手で、想像の中で会話を交わしていた。10代は自分で自分の心と向き合う力を育てる時期。ジジの声はキキが子供の頃に感じていた安心の象徴だったのかもしれません。あなたも子供の頃、人形やぬいぐるみと会話を楽しんだことがあるかもしれません。
もしかするとそれは黒い猫ちゃん、もしくは頭の中にしかいない人物。子供の成長のごく普通の現象。しかし、いつしかそのような存在は消えていた。大人への一歩を踏み出す今、キキは自分の気持ちを自分で受け止める必要があったのです。一般的に脳は新しい環境に慣れるために変化することがあります。その過程で一時的にストレスや不安が増えることも。キキのジジの声が消えたことは、彼女が自分自身で立つための辛いけれど必要なステップだったのかもしれません。そんなキキの前に現れたのが少年トンボでした。無邪気で空を飛ぶことに憧れるトンボはキキにこう言います。キキってすごいね。空を飛べるなんてかっこいいよ。その言葉にキキの心は少しずつ温かくなっていきました。でも同時にキキは自分の心の中にある壁に気づきます。どうせ私なんて、本当の私を知ったら嫌われるかも。トンボの優しさが嬉しいのにどこか怖い。誰かに心を開くのがなんだか不安。これは過去の経験や環境から人を信じるのが難しいと感じてしまう心の癖かもしれません。でもトンボはただそばにいてくれました。無理に近づかず、でも目をそらさず。そんな存在はまるで安心できる居場所のよう。心が疲れた時、否定されずに受け止めてくれる人がいる。それだけで心は少し軽くなるものです。研究によれば、信頼できる人とのつながりはストレスを和らげ、安心感をもたらすホルモン、オキシトシンを増やすと言われています。実際に孤独を感じている人は、友人や家族との温かい関わりで心の健康が改善することが多いとされています。トンボの眼差しを通じて、キキは人とつながることの力をゆっくりと学んでいったのです。ある日、キキは森で絵を描く女性、ウルスラと出会います。ウルスラは飾らず、ありのままの自分で生きる人。うまく描けないことあるとキキが尋ねると、彼女は笑ってこう答えます。あるよ、しょっちゅう。でもそれでも描くの。自分の色でね。この言葉はキキにとって大きなヒントになりました。魔法が使えなくなったのは、キキが周りの期待に縛られていたからかもしれません。でも魔法って本当は自分らしさから生まれるものじゃないかな。一般的に自分の気持ちや行動が自分らしいと感じられると心が軽くなると言われています。逆に他人に合わせすぎるとストレスや落ち込みが増えることも。研究では絵や日記などで自分を表現することで気分が安定しやすくなるとも言われています。ウルスラの自分の色で描くという言葉はキキに自分を好きになるきっかけをくれたのです。キキの心にまた少し軽やかな風が吹き始めました。そして嵐の夜、トンボが飛行船の事故に巻き込まれ、危険な状況に陥ります。キキは再び空と向き合うことになりました。でもこの時のキキは、もうちゃんとしないとは思っていませんでした。ただ、大切な人を助けたい。その思いに突き動かされ、キキはほうきを手に取ります。心が震え、手が汗ばむ中、キキは空を飛びました。この瞬間、キキの中で自分を信じる力が蘇ったのです。研究によれば、誰かを守りたいという気持ちは安心感ややる気を高めるホルモンオキシトシンを増やし、ストレスを和らげることがあります。また、危機的な状況で大切な目的があると、脳のやる気や集中力を司る部分が活性化すると言われています。キキのトンボを救いたいという思いは彼女の心に再び火を灯しました。実際、誰かのために行動することは落ち込んだ気持ちを和らげたり、自分を肯定的に見る力につながったりします。キキの飛行はただの魔法ではなく、自分を信じる心の象徴だったのです。キキは飛んだ、魔女としてではなく、キキ自身として。空は広かった。もう役に立つためじゃない。私は私でいい。そう思えたとき、空はどこまでも自由でした。もし今、空を見上げるのが辛い人がいるなら、ちゃんとしないとと自分を追い詰めて、どこか自分を見失いそうな人がいるなら、キキの旅を思い出してください。彼女は何度もつまずきました。ジジの声も魔法も居場所も、
一度は全部なくなったように感じました。でもそれは失敗じゃなかった。全部自分を取り戻し成長するための大切な一歩だったのです。空はいつもそこにあります。そして自分を信じられたとき、その空はきっと飛べる場所に変わります。魔法ってきっと自分を信じる力のこと。あなたにもその魔法はきっとある。このチャンネルでは歴史に名を刻んだ人物や作品の中で輝いたキャラクターたちの知られざる病や運命を医学の視点から解き明かしています。もしこの物語が心に響いたなら、チャンネル登録と高評価をお願いします。13歳のキキの成長への旅、あなたはどう思いましたか？コメントで教えてくださいね。ではまた次の物語でお会いしましょう。クララでした。